皆さんこんにちは。ケイミーのケミジュンコです。今日のケイミーのこの人に会いたいは、もう本当にずっと私がお会いしたかった株式会社サキコーポレーションファウンダーで起業家の秋山早紀江さんにお越しいただきました。早紀江さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、過分なご紹介ありがとうございます。とんでもない。皆さんご存知だと思うんですけども、早紀江さんの自己紹介というか、簡単なキャリアのプロフィールをご紹介いただけますか？はい、ありがとうございます。私は何をしている人ですかと言われたら、起業家ですというふうに申し上げているんですけれども、その前に学校を卒業して、今のアクセンチュアコンサルティングファームで仕事をして、その後、自分で起業をしました。気がついたらですね、25年創業社長として小さい会社を切り盛りをずっとしてきたんですけれども、2年ほど前に卒業をさせてもらって、で卒業するにあたってはもう経営にはタッチしないということで、完全に卒業した後で、しばらく一度白紙になって、次のことを考えたいなと思っていたところ、今時代の流れの波に乗って女性の社外取締役のご要請をたくさんいただいた中で、今何社か務めさせていただいているという、そういう流れになります。ありがとうございます。私は結構起業家としてやっぱり早紀江さんのご活躍をずっと拝見していたんですけれども、こうゼロから1に立ち上げるっていう人生って、私も同じく会社員の経験が会社を立ち上げる前にあったんですけど、すごく会社員の考え方と変えていかなければならない部分とか、その他いろいろあるところもあるんですけど、やっぱり何といっても何か壁や問題解決みたいなものが必要な時に、もう本当に自分が絶対的な責任者であり続けなければならないみたいなところの人生を選択してしまったんだっていうのは後々気づく。もうやってる以上は逃れられないっていったところが、一つのいい特徴かなと、おっしゃる通りだと思います。でその中でも本当に25年、そしてもう本当に女性の起業家っていう言い方はちょっと正しくはないと思うんですけど、やっぱりあまり前人未到というかなかった領域でやっぱりないスタイルで会社を大きくされたっていったところは、私がすごく憧れてたんですけれども、反面その分すごく人には言えない大きな壁とかご経験があると思うんですよね。でちょっとよかったらここだけの話、最大の早紀江さんにとってのターニングポイントや壁っていうのは25年間の中で何がありましたか？はい、ありがとうございます。私自身もともと起業しようとか社長になろうというようなことを全く考えていなかったんですね。ただいろんな自分が働き出してからのいろんな社会環境の変化だとか、自分にとっての必然性があって、どちらかというと人生の選択肢の一つとして起業する、それも私の場合はパートナーと講師を共にするような形での起業だったわけなんですけれども、やってみてまず一つは、その前に経営コンサルティングの仕事をしてましたので、例えばコンサルタントとしての最適解を考えるだとかということと、自分自身がコミットして全て自分の責任で仕事をするという時とではですね、やっぱり正解って違ったりするんですよね。でそれはなぜ違うかというと、どうしても、やる人間の心の底から出てくる情熱だとか、それをどうしてもやり遂げたい思いだとか、自分にとってのそれをやる意味だとか、そこが原点になるんですよね。客観的に分析的に何が成功の確率が高いかということと、それを自分がやるということの間にすごく違いがあるなっていうのが一つ言えることだと思います。それからちょっと前置きが長くなりましたけれども、ご質問いただいた壁ですが、私の場合はたまたまスタートをして、
技術者の、パートナーと、仕事をスタートして、ものづくり製造業の分野で、しかもその当時の最先端のエレクトロニクス製品を作る製造の現場で、使っていただく、そこに最先端のテクノロジーを入れて生産性を上げると、特に品質に関わるような検査装置を、自社で開発をしてお客様にお使いいただくというような事業を世界中で展開していたものですから、スタートはまずはパートナーがとても優れた製品を開発してくれたというところからのスタートになるんです。これは私にとってとても幸運なことだったと思うんですけれども、幸運なスタートを切って、最初の立ち上げからとても順調に事業を伸ばすことができたんですね。ただずっとある意味右肩上がりで、事業を成長することができていた中で、リーマンショックを迎えることになって、その時はですね、多分ケミさんもご自身で事業をしてらっしゃると、この感覚ってきっとわかると思うんですが、年いきなり売り上げが3分の1まで落ちたんですね。でそうすると、経営者って数字も見てますし、もう起きてることを数字で見た瞬間に何をしなければならないのかということが頭では理解できる。ただその時は人間ってすごく面白いのは、頭で理解できることと本当に心の底からその現実を受け入れられるっていうことは違うんだなっていうようなことをその時に経験しました。ただ実際の経営危機が自分の目の前に現れて、抽象的にこういうことはあるかもしれないなと分かっていたはずのことが具体的に自分の身にまさに今起きるかもしれないというふうになった時には、やっぱり気持ちがとてもその時の自分がいつも冷静に仕事に取り組んでいるはずの自分の冷静さが失われていく様子を自分で見ることになってしまう。早紀江さんでもあったんですね。で、そういう状況の中で私は、少なくとも今起きていることを、経営者で社長ですので数字を見てるから一番よくわかるんですね。でこれを社員のみんなにも説明をして伝えて、次にやることに対して理解をしてもらって協力もしてもらわないといけないと。そうすると社員の私は全社員を集めてそれをやったわけなんですけれども、それをやるにあたって私自身が心の底から今からやることについての腹がくくれていないと、私から出る言葉に嘘があったら絶対伝わらないだろうなと。で伝わらないってことは経営を立て直すのにとても致命的だと、そういうふうに感じたので、みんなに説明をする前にまず自分がこの状態を受け入れなきゃいけない、ここが私の中では一番大変な乗り越えるべき大きな壁だったんですね。でその時に私の頭の中に思い浮かんだのが、これはもう本当にちょっと昭和世代でお恥ずかしいお話なんですけれども、なんか薄汚い4畳半みたいな小さな裸電球が下がっているようなそんな部屋でですね食事をしてるんです。でもその時の風景が、自分の差し向かいには一緒に仕事をしているパートナーの夫がいて、でその彼と差し向かいでですね卵かけご飯を食べてるんです。でもうそういうことしかできない生活とか、ちょっと想像力は不足してたかもしれませんが、例えばそういうシーンがパッと頭に思い浮かんで、でもその時にですね映画のシーンみたいにそのシーンで自分のセリフがこの卵かけご飯おいしいねって言って食べてるシーンだったんですよ。でそのシーンが頭に思い浮かんだ瞬間に、自分の身に起きる最悪のことがこれだったら私は大丈夫だって思えたんです。はい。
で本当に不思議なことに、そういうふうに思えた瞬間に、まさにその自分の心と体に対する自分のコントロールが戻ってきて、仕事にやるべきことに集中をして、私は心の底から今こう思っていて、こういうことをしたいし、こういうふうにみんなに協力してもらいたいんだっていう話を、社員に伝えることができて、結果的にはかなりいろんな厳しいことをやりましたけれども、それをやりきって事業を、また安定成長するようなフェーズに持っていくことができたのは、やっぱりそこがターニングポイントだったなっていうふうに思います。なるほどですね。お聞きしてると結構その心の旅というか、もう本当にご自身の中でのその葛藤、もしかするとその初めて自分ではコントロールできないことに当たった時のその心の持ち方というか、そこで一つ解決して、その最悪の場合が、そこまでその最悪じゃ美味しい卵かけご飯でっていったところのその、いわゆるそこが見えたというか、そこでまた再浮上されたのかなと。そうですね、本当におっしゃるそういう感じだったなと思います。